皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2022年4月30日の生放送を行っていきますので、今晩もよろしくお願いいたします。というわけで、本当にいろんな方はもう早くも集まってきているようで、チャットの流れも結構早いみたいですね。いいことでございます。どうしても他のチャンネルと比較するわけではないですけれども、このチャンネルでは非常に長い間見てますよっていう方も多くなっているので、私自身も、この人いつも来てくれるなーっていうのをちょっと覚えるんですよね。そういった中で A さんと B さんが普通にこのチャットで仲良く会話してるのを見てると、こういう、私を、場所として使ってもらって、同じような考え方を持っている人が集まる場所ができるっていうのも一つありなんじゃないかなとか、そういったこともちょっと思いますよね。はい。というわけで、まずはコミュニティチャットの方で、こちらの方38件のコメントが入っております。こちらの方と私の用意したニュースというもので、今日も話を進めていこうと思っております。皆さんからの要望としては、ウクライナの話以外にも、やはり国内の話。例えばですね、韓国で大統領選挙が終わって次の大統領がもう決まりましたようで、ムン・ジェイン大統領から新しくユン大統領へと変わろうとしているその移行期ですね。まだ現役の大統領はどっちかって言ったらムンさんの方なんですけれども、もう次が決まってますよっていう状態で、さあここからの日韓関係どうなるのといったところで注目されている動きが少しずつありますよね。新しい大統領は以前の大統領と比べると、さあどうなのっていう話です。それは今まで以上に反日なのか、それとも今まで以下の反日なのかっていうところですよね。で、ここのポイントとしては、反日の部分は結局消えないだろうっていう話で、どの程度なのかっていうそのレベルの話ですよね。いわゆる親日大統領ではないので。で、これに関して日本政府がさあどういう対応をするのかっていうところで、お怒りの方がもう出ておるので、YouTube の方でも、私が韓国系の話をして動画を作って作成すると必ずのようにそのコメントとして、いやもう韓国のネタじゃなくてもうお腹いっぱいなんで、そちらの方の話はいらないですっていう、書き込みは毎回のように入るんですけれども、でもやっぱりみんな気になるんだなっていうところですよね。国際情勢上においてはほぼ無視していいんですけれども、日韓関係っていうのは日本にとってどうなのかという意味で結局のところ無視はできないんですよね、どうしても。なかなかそこがなんていうかな、一言で言うとめんどくさい相手ですよね。ただし今私たちが生きているのはこの地球なので、そうそう簡単に他の国に国替えとはいかないですからね。よし、隣の国を別の国に変えようなんていうことはちょっとできないわけなので。そんなわけでこちらの方の書き込みでも、
韓国の新しい大統領になろうと今しているユンさんから、現在の岸田政権に対する、ちょっとした特使みたいなというか、交渉のその下ごしらえをしようみたいな感じで人がやってきていて、その人たちに対する対応っていうのはちょっとないんじゃないのっていう話が出ております。このあたりの話ちょっとお話ししてほしいよというのが出ておりますね。この件に関しては兵庫佳子さんかな。あと誰かもう一人も書いてたような気がするけれど、誰だったかな。他の方も同じようにしてこの日韓関係の話も言及してほしいというのを書いておられたような気がするんですが、ちょっと今見当たらんですな。気のせいだったかな。よいしょ。それはそれとして。私自身の頭の中というのは、先週と、ほぼ変わらない状態で、ほぼほぼ国際情勢、ウクライナ情勢の話が、8割ぐらいみたいな感じになっていて、残りの2割は国内情勢みたいな感じになっているので、作る動画に関して言っても、なかなかその、日韓関係の動画、今、私が積極的に作る気持ちにはあんまりなってないところです。というわけで、こちら生放送においても、ウクライナ情勢の話をバーっとした後で残った時間っていうと変だけれども、おそらく10時、以降に日韓関係の話をしようかなというふうに思っております。一応記事は用意しておりまして、日韓関係の話をするときに私は誰の意見を今尊重しようとしているかっていうと、以前の自民党総裁選の時から高市さんの意見というのをなるべく多くの人に広めた方がいいんじゃないかっていうことで、今回の件に関しても高市政調会長何を言ってるかなっていう記事を伝えようかなと思っております。高市政調会長の話ばっかり持ってきたって、高市政調会長は別に総理大臣じゃないんだからっていうツッコミが入ってくると思うんですけれども、どこからやっぱり視点を定めた方が今の岸田政権に対する評価っていうのを話しやすいかなというふうに思っております。難しいんですけどね、どこから見た感じで話をするかっていうのは。ただ少なくとも私が岸田政権側からの視点で、いや、日韓関係はこれからね、みたいな感じで話をすることはあんまないんじゃないかなと思いますね。よいしょ。というわけで、用意したニュースとしましては、ウクライナ情勢の話をボンボンと記事を用意してますよって中で、一応ちょっと、誰からも、特に要望はされてないんですけれども、この4630万円、誤って一人の方に送金しちゃったっていう事件があって、事件といってもまだ事件化してないんですけどね。でもすごくなんだこれっていうちょっとね、私の気持ちが個人的にあるので、なんか話したくなるなみたいな、そんなニュースがあります。これも残り時間的に、最後の方にちょこっとお話できたらなという。よいしょ。あとは防衛産業の話と、あと国内の話でもちょっとつながるんですけれども、GDP 比 1% 程度だよっていうところで日本の自衛隊の予算っていうのはおおむね決まってきました。それの中でどうやってやりくりしようかっていう話をずっとしてきたんですけれども、ここに来て平和を守るためにはある程度の軍事力必要ですねっていう意見がようやく日本の中でも少しずつですけど、前進してきたっていうところですよね。ただし実際の戦争が起こっているのを見た状態でようやくっていう感じなので、私の個人的な意見としてはもう間に合わないかもしれないとちょっと思ってるんですけれども、間に合わないと思っていたとしても、じゃあ何もしないかっていうとそういったわけではないっていうところですよね。人によってはもう間に合わないと思ってるから日本を離れましたよっていう人も結構いるんですけれども、そうじゃないだろうっていうのが私の中にあります。分かってあるからといって別にね、見捨てるのはちょっと違うなという考えでございます。あと日本の政治にもちょっとつながる話として、イギリスの BBC、こちらの方も公共放送なんですけれども、日本の公共放送は NHK。
NHK の場合だと皆さんのところにさあお金払ってね払ってね払ってねっていう督促がかかってきて、で仕方なく払ってる人っていうのもたくさんいると思います。実際 NHK ばっかり見てますよっていう人だったら別に払ってもそれはなんていうか満足度というか支払っても特にそこになんていうか気持ちの整理もつくんでしょうけれど、あんまり見てないしプラスアルファ番組内容についても文句ものすごくあるんだけどなって思う人にとってみたら NHK の受信料さあ払えよって言われたら別に見たくてこのお金払ってるわけじゃないのにってすごい不満がたまる話ですよね。そういった話をした時にじゃあ海外ではどうなってるのかっていう話になった時に、イギリスの BBC こちらの公共放送もしくはドイツの公共放送みたいなところを引き合いに出してほら海外ではみんなお金取ってるじゃないかだから NHK が取って何が悪いんだよみたいなそういった論理だけを使うことがあるんですよね。ところがイギリスの BBC は有料放送っていうものがものすごく今主体になっていて、もう今の BBC の放送っていうのもそうしたものと比べるとどうしても多くの人たちからそっぽ向かれている状態になってきていると。だからこういったみんなから一律徴収っていう形についていてももう見直しの時期だねっていうのがニュースになっております。このあたりの話っていうのを日本だと NHK をぶっ壊せのあの人がいたんですけれども、あの人自身が本当にやる気があるのがかなり疑問の状態になってしまっているのでねえ、なんというかあれはちょっとなという感じになっちゃってるんですけど、ただ NHK 改革については私はやるべきだという方の考え方をしているのでねえ、国防も大事なんだけどこの国内においても問題っていうのをちゃっちゃと片付けないとっていう、結局のところ問題がありますよ、いっぱいありますよ、100個問題がありますよっていう風になってるとどれから片付けるのかっていう順番とか A という問題をやろうとしたらいやいや今は B の方が大事だろうみたいな形で必ずのように優先順位付けみたいな形で問題を片付けなきゃいけないって分かってるんだけど結局のところ先送りしてますで10年経ちました20年経ちましたみたいなことがすぐ起こっちゃいますからね。もうできることはもう一つでも大きくても小さくてもどんどん片付けていかないと問題っていうのはたまる一方ですからね。だいたい年月が経ってば新しい問題もまた出てくるのでもう以前からある問題もすぐに片付けないと間に合わないですからね。ただこの間に合わないっていう感覚が多くの人たちと共有できてるかっていうとそういったわけでもないっていうのが今の現状かなとちょっと思うんですよね。例えばウクライナ情勢、国際情勢としてものすごく注目しなければなりませんよっていう私は考え方ですけれども、人によってはいやそれ海外の話なんだから気にするなっていう人もいるんですよね。戦争が起こってるね。でもそれ日本じゃないじゃないっていう。その人はその人の考え方なんでしょうけど、その先にあるのは結局のところ、日本がこの先戦争に、どこから侵略がかけられた時に、全くの備えがない状態ですよ。戦争が起こるということを前提にしていない憲法ですよ、法律ですよ、自衛隊ですよっていうことになってしまったら、ほぼほぼ手遅れなんですよね。戦争が起こってから手当てして必要なものについてはその時になってから何とかしようなんていう話をしたってほぼほぼ何にもできませんという状態になってしまうというところですよね。だからこそ今の国際情勢っていうのをしっかりと見ておいて、じゃあ日本の政治どう変えなきゃいけないよっていう話をみんなで話し合うのが大事なんじゃないかなと思ってます。でこの前提にある考え方っていうのは私の場合だと私の生きている間かもしくは私が死んだ後でもいいんですけれども、第二次日露戦争であるとか第二次日中戦争っていうのは私の中ではあるという前提で、もしもそれが発生したんだったらその時までに日本っていうのを備えが終わってる国になっていたらいいなという考え方です。でも人によっては今まで戦争なんて全然なかったじゃないと。戦後日米軍事同盟もあって、そして核の傘にも守られてきたじゃないの。何が問題なのという感じで、
基本的に戦争は起こらないという前提の考え方もいるんですよね。そういった方たちも。で、そこにあるのは、例えば侵略する側の国というものがあったとしても、それを世界経済の中に組み込んでいて、相互的に経済関係っていうのが依存した状態であれば、相手にとっても戦争を起こすことが全く得になることがないんだから、そういった合理的な判断が働けば戦争なんて起こるわけがないっていう、そうした考え方があったんですよね。で、ロシアについていても全く同じ考え方というものが適用されていて、ヨーロッパとの経済関係がものすごく深まれば、お互いにとってお互いを必要としている関係なんだから、どちらかがこの関係を終わらせようとしたときは、お互いに経済的に言うと、ものすごいダメージが出ます。つまり損をするわけです。しかもどっちともという形で。つまりどっちとも損をするんだったら、そんな損をする考えをする。それは合理的じゃないんだから合理的な考え方で行動はしないはずだというのが一つ考え方としてあったわけです。じゃあ今現実に何が起こっているかっていうと、明らかにロシアは自分が損になりますよということを承知の上で戦争を起こしているわけです。つまり合理的な判断ではないと。つまり合理的な判断で物事が全部進んでいけば、それは机上の計算論理としては正しいんだけれども、でも現実はそうじゃないよねっていうのは突きつけられたのが現在なわけです。このあたりのことを考えた上で、未来について考えていかないと、机上の計算だけではやっぱり私たちは生きていけないよねっていう、このあたり現実を見る必要があると思います。ちょっとお話としては、概念的な話が今のはちょっと多いとは思うんですけれども、でも、どんな考えが底辺にあった上で、この戦争を見なければならないのかっていうのを、ちょっと押さえておくべきポイントかなと思いますね。井上、講義井上さん、スーパーチャットはありがとうございます。よいしょ。ちょっと、戦況地図を出しながらもう延々と喋ってますけれども、一番ちょっと振り返っておかなければならないことっていうのは、この戦争について話をしたときに必ず根本何なのかっていう部分だけは押さえておかないといけないことがあります。それは、どこかの国が武力を使って現状変更しよう。つまり侵略しようと考えたときに、これを認めるんですか認めないんですかっていう、この最初の選択肢が発生します。日本の場合だと、いや、そんなことダメでしょうっていう話からスタートするわけです。じゃあ、現状変更を武力でしようとしている国に対してノーを突きつけるんだったら、あなたの国はじゃあそれで何をするんですかっていうのが第2の選択肢です。この場合だと、その侵略している側に対して制裁をする、制裁をしない、様子見をする、そして侵略側に加担するっていう、こういった選択肢が存在します。日本の場合だと制裁をかけるという方を選択したわけですけれども、制裁をかけないという選択をした国も、この地球上にはたくさんあります。もちろん、静観しますよという国もあります。さらに言えば、加担しますよという国で言えば、公式に表明はしていませんが、シリアのアサド政権なんかは、国内においては、ロシアはすごく正しいことをしているっていうことを、ものすごく政治宣伝的にやっているので、全く加担しない国がないというわけでもなかったりします。このように人間の考え方っていうのは必ず100人いれば100人違うものなので、その中で日本がどういった道をたどるかっていう、この考え方が大事です。なので、ルール変更しようとしているロシア、これを許すか許さないかっていうのが根本のお話であって、敵か味方かとか、そういった考え方でもいいんですけれども、突然善と悪みたいな話に持っていこうとする人がいたら、何か話の本質がずれたなと思った方がいいと思います。ルールを変えようとしている人がいる。そのルールを変えようとしていることを認めるか認めないかっていう、このパターンで考えを深めた方が私はいいと思っています。で、もしもこのルールを変更しようとしている、軍事力をもってして自分が望む世界を作り変えようと思ったときに、
それに対してみんなが反対するかしないか。といった考え方をした方が、日本にとっては考え方がまとまりやすいんじゃないかなと思いますね。基本的に人間は正義と悪っていうのを、こういった感じ方というか話し方をしやすいっていうのもあるんですけれども、そもそも論で言うと、ここはすごく倫理的な話になってしまって、人間というのは基本的に善ではありません。基本的な話としては。生まれた時にその属性として言えば、例えば宗教的に言えば人間はすでに生まれた段階において罪人であるという考え方があります。決して生まれたものは無垢な存在であると言いつつも、生まれた後においてその知性というものが発達した後においては、ほとんどの人間が無意識的に嘘をつくようになります。そういった話をしてしまった場合においては、もう人間というのは、生まれて育った段階で、全員が悪になってしまってっていう話をしていったら、結局のところ、それを悪人の行う行為っていうものが善であるというのは、あくまでも一時的な状態に過ぎないとかね、そういった論理とか倫理とかそういった理屈の話の中でぐるぐる話が回るだけであって、善対悪みたいな話をするのは、それはあくまでもその時点における言葉遊びみたいなものだと思ってください。だからこそ今私たちがしなければならないのは、そうした善悪の問題ではないんですよと。現時点での人類のこの文明社会っていうのは、国際法っていうのを作ることによって、ある程度やっちゃいけないこととやっていいことの境界線を作りましょうっていうことをやって、そのルールを守っていない人が現れたときに、さあそれに対応してみんながどう考えるかっていう、ここが一番のポイントなんですよね。だからウクライナに対する支援を行うか行わないかっていうのも結局のところ、現状変更しようとしているロシアに対する反対するかしないかっていう、そこの部分の、考え方が大事であって、結局のところウクライナが例えばですね、様々な動画を出しましたと。その中において日本が支援、感謝のこの対象の中に最初出てこなかったっていう話があって、日本はウクライナに対して支援しているのに、日本に対する感謝の気持ちがないんだ。そんなウクライナに対してすごく幻滅しました。もう支援するなんて言いませんみたいな話をしている人がいて、こういった人たちは結局のところ、先ほども述べたような善悪問題で、ウクライナに対する支援を応援していますと。で、自分が思っていた善ではないってなった瞬間に論理的に破綻してしまうので、ウクライナに対する支援は行わないっていう話になってしまうんですよね。先ほども言ったように別にここは善悪の戦いではなくて、ルールを変更しようとしている者と、そのルールを犯した人間による被害者っていうこの関係性っていうのを考えたときに、じゃあ被害者の側を応援するんですか？それともゲームチェンジ、ルールを変えようとしている侵略側に加担するんですかっていう、ここの選択肢の考え方だけでいいと思います。だからこそウクライナがいい人なのか悪い人なのかっていうところははっきり言って、私にしてみればすごく小さい問題だと思うんですけどね。本質論ではないというか、自分たちが支援しているのは感謝を期待している、もしくは感謝を強要するためにやっているわけではないはずだと思うんですよ、私は。もしもここでロシアが軍事的な勝利を収めてウクライナが負ける、そしてその負けた状態で終戦を何か降伏文書的なものを調印することによって終戦しましたとなれば、ルールチェンジしたんだなっていうことが一つ確定しちゃうわけです。で、それは私たちにとって何が問題なのかって言えば、軍事力でも現状変更するの OK なんだねっていう世界になった瞬間に、私たちは中国っていう最大の脅威に対してもう何も手が出せなくなるってことですよね。中国はもうロシアが侵略して OK になったんだったらうちが侵略して何が悪いのっていう、そういった論理構成が成立してしまうんですよね。つまり次の段階のことを見据えて私たちは今を動かないといけないと。今もしもウクライナに対する支援というのを全くやらないよ、もうロシアが勝つんだったら勝手に勝てばいいじゃないというふうにやってしまって、ロシアが大勝利しました、ウクライナっていう国が滅亡しましたってなってしまうと、その後のロシアが衰退するかどうかよりも
中国がその後ものすごく動きやすくなるぞっていう、ここの大きな脅威っていうのを見過ごしていけないわけです。さて、通常動画であれば、おおよそ10分程度なんですけれども、生放送ということもあって、そういったちょっと動画では喋れない話をいたしました。こういった本質的な部分の話っていうのは、動画では全然、なんていうかな、みんなにとってはそんな話聞きたくないよ的な部分の話なのでね、なかなか話す機会がないので。雨の中の熊さん、お礼を期待して何かしてあげる行為は癒し。そうですね。仏教的な話でもあるんですけれども、なんていうかな、感謝の強要をした段階においてその感謝を求める、手助け、助力っていうものが、突然ものすごく自己満足なんじゃないのって話になっちゃいますからね。キリスト教的に言えば無私の愛とかいう話もありますけど、何か見返りを求めた愛し方っていう、人類愛とかいろいろありますけれども、突然なんか自分のやったことイコール相手が感謝しないのはとんでもないやつだみたいな感じになってしまうとちょっと違うなっていうところですよね。109とっくりさん、悪い前例を作っちゃいけない。まさにその通りだと思います。こうした考え方をする必要があるっていうのは、結局のところ時代によってルール変更っていうのはものすごくされるんですよね。例えば今私たちが国際法違反だって言ってる話、武力によって現状変更するのダメですよっていう話っていうのは、今だから成立する話であって、例えばこれが1700年とか1300年とか1000年とか500年とか300年とか紀元前とか辿っていったら、現状変更を武力でするの何が悪いのっていう時代は別にいくらでも存在するわけですからね。だから善と悪っていうのは常に時代によって変わるんですよ。例えば昔々で言えば、戦争に勝ちましたと。相手方の民族に対して、男性は全員殺します、女性と子供については全員奴隷にしますっていうのがあっても、その当時においてはそれが当たり前だった時代においてはそれは大した問題にならないわけですよ。でもそれを現代でやった瞬間に、何をやってるんだ、それはジェノサイドじゃないかっていうことが言えるわけです。これは完全に時代が変わることによって善悪が変わるっていう話ですよね。今であれば奴隷にするっていうのはとんでもない人権侵害なんですけれども、じゃあ昔々っていうふうに時代を遡っていったら、普通に奴隷の人たちはいますと。農場に行ったら、皆さん農奴の人がいますねと。この人たち農民ですけど一生、奴隷として働いてますよ。でもそれは普通のことですよっていう時代はあるんですよね。ちょっと待ってくださいね。無双かまこさん。三位さんの件気づいて。三位さんにハートマークがない。ソンキョウさん。確かに、スパナはついてますけど、メンバーシップメンバーの、マークがないですね。なんだろう、これは。ただ、メンバーシップのやつに関しては、私からは何も操作できないので、ちょっと原因はわからないので、基本的にメンバーシップのやつで切れてる、おかしいぞ、いやお金払ってるよっていうの場合だと、YouTube の運営の方に連絡をしてもらう必要があると思いますね。私からは、マークを消したりつけたりといったことは基本的にはできないので。というわけで、ちょっとそこは、YouTube の運営の方にご連絡いたしてください。メールフォームが多分どっかにあるとは思うんですけどね。ただ自分ではやったことはないので、ちょっとそこは調べてみる必要があると思いますね。といったわけで、ちょっと、選挙の方からいきましょうかな。ここ最近だと、私の朝のルーティーンっていうのは、戦争研究所の出している、まず選挙レポートを見るっていうところからスタートして、
現状どうなっているのかなっていうのはチェックするのが最初になっております。で、ここ最近の動きとしては、ドンバス地方における戦い、ドンバスの戦いっていうのが今世紀最大の野戦になりますよっていうのを動画で解説しましたけれども、まあやっぱりなってますと。もう毎日のように熾烈な戦いっていうのが繰り広げられていて、ものすごい、激戦が繰り広げられております。ただし、ニュースになる時においては、ロシア軍の侵攻っていうのは非常にうまくいっていないよという表現がされております。まあ確かにそうなんですが、ちょっと待ってくださいね。ウクライナ側から戦況報告として、今日というか、この日はこのぐらいロシア軍の兵器を倒しましたよっていうのが、毎日レポートとして出されております。で、それを見ていると一つ気がつくことがあるんですけれども、まず第一に、ウクライナの発表している数値っていうのは開戦当初私はほとんど、まあ5割ぐらいで見とけばいいかなって思ってました。これは攻め込まれている側なので自分たちの被害は小さくしたいだろうし、ロシアに対する打撃っていうのは大きく報告しているだろうと、まあ私が思い込んでいたせいです。しかしですね、もう戦争開始から60何日間か経っていて、イギリスやアメリカがこのウクライナの戦果報告っていうのを評価したときに、おおよそ7割から8割ぐらい程度の信頼度はあるだろうっていう結論に今のところなってます。例えば戦車1台撃破しましたよっていうのを、まあせいぜい統計的に見てみると 1.5 から2ぐらいに報告してるかもしれないけど、決して5とは言ってないなみたいな感じですよね。実際問題2000両近くの敵車両を破壊したっていうのをある程度の情報をもとにしてイギリスやアメリカは評価していて、まあその数値っていうのはウクライナ側の報告とそんなに大きな差がないというところですね。まあそういったこともあってウクライナ側の戦果報告が毎日出るんですけれども、これもある程度まあ信頼度70から 80% 程度で見ていいのかなというふうに思っております。で、ここで注目してほしいのは、どの兵器を倒したか、その累積とその日における戦果でプラスいくつっていうのが出てるんですけれども、で一番上に上がっている数値はロシア兵のまあおそらく戦死者、ここの推計なんですけど、おおよそ2万人以上、2万2000人ぐらいですね。こちら本格的な侵攻が始まってから62日、こちら4月の26日ですね。戦闘機について言えば累計184機、戦闘ヘリについては154、そしてタンク戦車が918、その下に装甲車と並んできてるんですけれども、1日の戦果として戦車34、装甲車50、まあ約100両について撃破したっていうのを報告してるんですよね。じゃあ翌日、じゃあどうなってるか、63日。やはりこの日もですね、戦車21両、そして装甲車については34両。まあ昨日が100両近くだったことを考えると、まあ半分だとしてもまあ50両か。って見ていくと、さらに進行、ちょっと日付進めていきます。で、64日目。この日は戦車31両、装甲車47両撃破。65日目。戦車16両、装甲車29、そしてさらに66日目、こちらついにウクライナ軍の報告によると、ロシア軍戦車撃破数が1000を突破して、この日は22両、装甲車については27、装甲車の累計で2445両を、撃破という数値になっているんですよね。まあそのようにしてずっと見ていくと、日々倒している数が報告されていて、まあ結構、この現状と、じゃあ戦況レポートを見ていくと、まあ気づくこととしては、ドンバスの戦いっていうのはものすごく激しいですよって言われる一方によって、じゃあ占領地域がものすごい広がっているかっていうとそうではないと。まあつまり、今何が起こっているかっていうと、
ロシア軍はものすごい被害を出しつつも、じりじりと前進している状態で、決してものすごい大勝利っていうわけじゃないんだけども、本当に血を流しながらの前進なんですよね。で、なんでそんなことをするかっていうと、結局のところ、今4月30日ですけど、5月9日の対ドイツ戦戦勝記念日に向けて、プーチン大統領からそこまでになんとかこのドンバスの戦いにけりをつけるよっていうことを、各将軍に対する絶対命令として出ているんじゃないかなと思います。というのも1日あたり戦車や装甲車が100台吹っ飛んでますよっていう状態が連日のように続いていけば、当然のようにベテラン兵はどんどんいなくなっていくわけで、前線における戦闘能力が下がっていく一方です。いわゆる欧米各国における損害判定 20% から 30% 程度を超えると、もはやその部隊は戦闘能力が大幅に減少して、そこで戦闘続行をやめてさっさと戻ってこい、帰還しろっていうような状態になるわけです。でもロシア軍の被害レポートっていうのを、ウクライナ側から見た場合においては、まさにそんな状態っていうのがもうすでに発生しているのに、それでもなおさらに前進するっていう、この状況はやっぱり軍事的にはありえないけれど、政治的に前に出ろって言われてる状態なんだなって思うんですよね。ただしですね、あくまでもニュース的に言うと、ロシア軍の攻撃っていうのはうまくいってないっていうのが、とにかく前面に出てくるわけです。で、それを表すように、当初このドンバス地方における戦いを5月9日までにある程度ケリをつけて、この地方で、戦勝パレード、もしくはマリウポリなんかでも軍事パレードなんかを行って、私たちはこの地域での勝利を収めたんだっていうのを最初は言いたかったと。で、現在のところこのような現地での戦勝パレードっていうのは、中止、もしくはそもそもこんな状況じゃできねえよっていう、そのぐらいになってる話なんですよね。ちょっと損害判定の話でものすごく具体的な話として言うと、30% どころじゃないだろうっていう話が一つ出ています。ロシア軍は基本的に、自分たちが被害を受ける前にある程度の弾よけになっているような人たちがいます。それはロシア軍本体ではなくて民間軍事会社の、ワグネル、こちらワグネルっていうのはロシア軍のいわゆる外郭団体みたいなもんだと思ってください。例えばロシア軍がロシアの国旗をつけて中東だったりアフリカで活動するのはものすごく問題があるんですけれども、そういった自分たちがやりたいんだけれど、でも何か隠れ蓑を使おうと思った時にこの民間軍事会社の部隊っていうのを使って、アフリカであったり中東でプーチン大統領の後押ししたい政権であったり武装勢力に、武力を提供するっていう人たちがいます。で、これがワグネルの部隊って言われるんですけれども、今回のワグネルの部隊っていうのはウクライナの戦線にも投入されていて、それが規模としてはおおよそ8000人ぐらいだろうと。で、この部隊っていうのはこれまではアフリカ大陸とかで戦っている関係で、基本的には正規軍のものすごく訓練された装備の整った戦いっていうのはほとんどしていなくって、相手もイスラム原理主義主義者の武装勢力であったり、もしくはお山の対照的な武装勢力と戦うみたいな形で、基本的には自分たちの方が圧倒的に武装もいいし、そして支援も受けてるっていうこともあって、ものすごく好き勝手できた部隊です。で、そういった人たちっていうのは、例えば独裁政権とつながることによって鉱山の利益なんかも自分たちがもらうみたいなことをして自分たちの私腹を肥やすし、またそのお金っていうのをロシア本国にも流すっていうようなことをして自分たちの部隊っていうのをある程度維持してるんですよね。ただしプーチン大統領にしてみたら正規軍ではないので、この人たちがたくさん亡くなったとしても全く自分の痛みにならない。だからこそロシア軍よりも前
さっさとお前たち前に出てウクライナ軍と戦えみたいな形で押し出されるような形で投入されたと。で、現在のところですね、このワグネルの被害、どのくらいの戦死者数が出ているかっていうと、イギリスの調査報道機関ベリングキャットの調べによると、現在のところ戦死者は 37.5%、3000人ぐらいがもうすでに戦死したと考えられると報告しています。傭兵として投入される8000人の部隊がもう3000人はなくなってますよと。こんなことになっていたら普通上であればとてもじゃないが戦えないよ。これは戦い方を見直すべきだっていう話になるわけですけれども、まだこのワグネルの部隊は戦場で連れ回されて戦っているようでございます。つまりロシア本体の方の被害をある程度減少させるためにはこうした傭兵部隊っていうのをガンガンとすりつぶすような勢いで使っているというわけですね。で、こういった作戦をすることによってウクライナ側でもものすごく被害は出ているはずなんですけれどもっていうところですね。よいしょ。アメリカは今回のドンバス地区における戦いっていうのは予定より遅れているっていう表現を行っています。双方激しい戦いになっていてウクライナ軍も結構やられているはずなんですけれども、全体的に見れば被害の割合っていうのはウクライナ1に対してロシア軍が4から5であろうというふうに見込まれています。だからウクライナ兵が1000人ぐらいやられている時においてはロシア側においては4000人ぐらいは亡くなっているんじゃないかなっていう、そのぐらいの被害割合になっているというのがアメリカ側の見方です。で、なぜそこまで耐えられるのかっていう話をしたときに、欧米各国からの支援っていうのももちろん入っているんですけれども、本格的なものとしてはやはり訓練が必要なんですよね。榴弾砲を送りますよ。牽引式のものを、自走式の榴弾砲を送りますよってなっても、基本的にはウクライナの兵士を国外に連れ出して訓練しないと使い物にならないと。武器だけあっても使い方がわからないっていう状態だと戦場には送れないですからね。だからこそ武器を渡しますよ、訓練しますよ、そしてまだドンバスの戦いには加われていませんよっていう、そういう人たちがたくさんいると。じゃあこんな状況でドンバスの戦い、ロシア軍をなんて止められたのかっていう、その答え合わせとして出てきたニュースっていうのが、ポーランドが戦車200両をウクライナに供与していますというニュースが流れてきております。ポーランドのメディアは29日、同国が保有する旧ソ連開発の T72 型戦車をウクライナに供与したと報じた。台数は200両以上という、これはものすごいことですね。戦車200両ってとんでもないことになっておりますが、ここでのポイントは、使い慣れていますよっていうT72 型戦車、ウクライナ軍自身も使っていますっていうものなので、基本的には NATO 系独自の装備なんかは、ある程度外しさえすれば、ポーランドからウクライナに供与したら、いつも使っているものだなっていう感覚でそのまま戦闘に投入することができるということで、この下支えっていうのがドンバスの戦いにおけるウクライナ軍持ちこたえてますよっていうのを支えていたんじゃないかなと言われています。どうしても時間差がある兵器と時間差がない兵器っていうのがあるんですよね。ポーランドの提供した戦車っていうのはもう送ったらすぐにでもウクライナ兵が使い込めるといった意味で時差がゼロと。欧米から送られている自走式の榴弾砲であったり牽引式の榴弾砲、これらについて言えばほぼほぼ訓練をゼロからスタートしなければならないものなので、どうしても時差がありますよっていうものなんですよね。ここが結局のところ、ポーランドの危機感の強さですよね。ポーランドにしてみたら、ウクライナがやられたらその次はバルト三国プラスアルファ自分たちっていうのはある程度想定しているので、ここで支援を渋る理由がないっていう考え方ですよね。だからこそ、200両っていう桁違いの戦力を送っていると。さて、そんな状況で先ほども述べたように、支援をするよってなった時に時間差が発生するっていう話をしました。
ただし時間差は発生するんだけど、この後ものすごい私が期待しているのが、レンドリース法。動画でも以前解説を行いました。その時は上院で可決、この後下院で可決ですよっていうお話をしました。で、ようやくアメリカの下院でこのレンドリース法、武器貸与法が成立しました。アメリカの下院は28日、大統領の権限によるウクライナへの兵器の貸与を容認するレンドリース法案を賛成多数で可決した。法案はすでに上院も通過しており、バイデン大統領の署名を経て成立する。手続き的に言うと、この後バイデン大統領が署名しないと発行しないんですけれども、バイデン大統領がここで、いや、レンドリース法なんて署名するもんかって言っていきなり拒否することはちょっと考えないでいいと私は思っているので、まあ、ほぼほぼ可決したなというふうに思ってます。で、レンドリース法がここで発行することによって、榴弾砲を送りましたよってなった時に、もう砲弾をどんどんと次から次と送ることによって、弾切れっていうのが基本的にはない状態に、なるんですよね。その他、ウクライナ経済っていうのは今ものすごく麻痺状態なので、単純な問題として物資を運ぶための列車が破壊されても、その列車が困ったなってなった時にアメリカでウクライナで使える列車を製造して送ってあげようとかね。もしくは輸送トラックで代替しよう。もうトラックだったらいっぱい作れるよって言って送るとか。そういった形で、ある程度の物資を支える。ウクライナが必要と思ってるんだけど、手が回らないよっていうものをどんどんと送ることによって、戦争全体を下支えするっていうのが、ものすごいこの後期待できます。先ほども述べたように、支援にはすぐさま効くものと、後から効くものっていうのがあるんですけれども、アメリカのこのレンドリース法っていうのが制定、そして発行されることによって、時差はかかってるんだけれども、本格的にスタートさえ切ってしまえば、この後の武器弾薬、もう心配しなくていいんだね。砲撃戦で自分たちもう弾がなくなるかもしれないっていうギリギリなんていう、そんな心配しなくていいんだねと。もう撃って撃ちまくっていいんだねっていうのが、ようやく始まろうとしているっていう状態ですね。というのもですね、西側の兵器供与、装備の維持や弾薬供給に課題もっていうニュースが流れていて、特に世界各国様々な兵器を送るんですけれども、今送られているもの、さあ、砲弾1万発送ります、2万発送りますよってなった時も、初期の頃は、牽引式の榴弾砲と4万発の砲弾を送りますよっていうニュースの後に、1週間も持たないかもしれないっていうのが一つニュースとして一緒の記事で出てきてたんですよね。つまり数万発であろうとも、もうひたすら撃ち続けたらこんな弾すぐなくなっちゃうで大丈夫かよっていう話で、同じようなことがほぼほぼ全ての兵器についても言えると。榴弾砲を100門送りましたってなっても、弾がなければそれは何の意味もないわけですよね。だからここの部分を支えるためにレンドリース法っていうのがないと、書類仕事がたくさんあって、砲弾が届きませんみたいなことを、起こってしまうというところですね。プラスアルファ、アメリカが送れるものっていうのは結局のところアメリカのある程度扱っているもので、限定されるので、例えばドイツが送ったもの、フランスが送ったもの、イギリスが送ったもの、スウェーデンが送ったもの、それぞれがそれぞれ、もしも違う規格だったら大変なわけです。今のところ NATO 規格の武器弾薬っていうのはある程度共通規格のものがたくさんあるので使えるんですけれど、ここで問題になるのが、ウクライナの使っているロシア系の兵器っていうのは NATO 規格とは違うものなので、どうしても製造が追いつかないっていうものがいっぱい出てくると。なのでこの戦争っていうのはウクライナは戦いつつも、でもロシア系の装備っていうのをある程度順次 NATO 系に入れ替えながら戦わないといけないっていう、めちゃくちゃめんどくさいことをやらないといけないんですよね。というのもアメリカがレンドリース法を制定発行して後において、よし、じゃあ NATO 規格の武器弾薬どんどん送るんでこれ使ってねって言っても、ウクライナのその現地においてはまだロシア系の兵器がいっぱいあって、早くこれ次弾丸ないけどどうするのみたいなことが起こりうると。そうなった時にも
規格が違うからロシア系の兵器についてはもう弾丸がなくなったらそこで終了。どんどんと NATO 系のものに切り替えようっていうのを現場でやらないといけないんですね。ここは結構めんどくさいところですね。よいしょ。で、プラスアルファですね。ちょっと誤解されているなーって思うようなことも一つ言わないとなって思ってます。というのも、戦争が起こることによって軍需産業に対しては武器の発注っていうものが行われますねっていうのは、これはまあ常識的に言えばその通りなんですけれども、一つ気をつけなければならないのは、今送られているものの大半っていうのが基本的には在庫のものを送っていて、新規に作ったものをどんどんと送ってるってわけじゃないんですよね。プラスアルファで言うと、株価が上がってるじゃないかっていうことをものすごく声高に言う人がいるんですけど、いや、それはこの後発注があるっていうことを考えたら、売り上げが上がるだろうというのを見込んで、投資家が買っているのであって、どうしてもそこにはね、ある程度の期待をはらんでいるだけで、その実需を表したものではないんですよね。例えば、ジャベリンであるとか、スティンガーって呼ばれるような、いわゆる歩兵が持ち歩いて手軽に付け合えますよっていうミサイルなんかが、大量に送られているんですけれども、じゃあこれによってジャベリンを作っているメーカー、ものすごいお金持ちになってるかって言えば、全然そうじゃないんですよね。現在のところ在庫の3分の1を送っているんですけれども、メーカーとしてはここ最近発注がなかった関係で、いや、そんな大量に今から作ってくれって言われても、そんないきなり作れませんよと。そもそもアメリカは今ですね、人手不足なんですよ。これ聞いて何を言ってるんだって思うかもしれないんですけど、まず軍需産業っていうのはある程度身元調査っていうのをものすごくしっかりやって、この人だったら情報を漏らさないかなっていうのをある程度思想まで調査して、その上で雇って、そして、その後の情報漏洩がないかも一応チェックしてみたいな、ものすごく誰が働くかっていうところに、細心の注意を払うわけです。そうした中において、じゃあ大増産してねって言われて、はい、わかりましたって言って、そんなアルバイト募集感覚でいきなり人がバーッと入ってきて、工場で生産が倍増するなんてことはないわけです。そういったこともあるので、ある程度の数っていうのは生産できるんだけれども、まだまだ実際のところは動き出していません。こちらウォールストリートジャーナルではですね、さあ、ウクライナにおける軍事支援というのが本格化して在庫をどんどんと送っているけれど、じゃあ軍需産業に対して今どんな発注がされているかっていうと、国防総省がこれまで締結した新規契約はドローンの調達に関する1件のみということで、実際のところ軍事産業には一切お金はほとんど入っておりません。もちろん武器を整備したりして送っている関係で、整備会社にお金は払われていたりするんですけれども、じゃあものすごい大きな発注がかかっているわけではないっていう、ここはちょっと誤解されている部分です。あと、地対空ミサイルのスティンガーっていうものがあるんですけれども、こちらの方もちょっとこの記事のどこだったか忘れたんですけども、10年とか15年新しい発注がなかった関係で、生産ラインがほぼ今停止した状態なんで、ここから新しく作ろうと思ったら、新規に設計し直しをした上で生産ラインを立ち上げないといけないよっていう報告なんかも上がっているので、一般的に今から発注がかかればものすごいいきなりババババババって作れるかっていうとそうではないっていうところですよね。ちなみにこれはある程度のものを、その半導体が必要である。そして半導体について言っても、半導体不足っていう問題があるっていうところから、より精密な兵器を作ろうとしても、その半導体今発注して作ってくれる工場ねえよっていう問題とかも結構あるんですよね。なので一般的に私たちはもう軍需産業ものすごいウハウハだなーっていうふうに言う人たちいるんですけれども、株価について言うとそれはあくまでも投資家たちが期待で買ってるだけであって、別に実需が発生するのはこっからですよっていうのはちょっと抑えないといけないポイントだし、
兵器について言うと、訓練で消費した分を細々と継ぎ足すだけで、実際のところそれほど儲かっていない会社もたくさんありますよと。ただしアメリカの場合だと年間の軍事予算っていうのが80兆円から90兆円、100兆円と、着実に増えてはいるんですけどね。ただしそれらっていうのはものすごく見栄えのいい兵器。例えば戦闘機の更新であるとか、イージス艦のような大型兵器についての更新、空母の更新といったようなところで、ものすごくお金のかかるところにお金を投入するっていうことがメインになっていて、細かいものについての更新はそれほど進んでいなかったっていう、そういった現状もあるみたいです。なので調べてみるとそこまでね、軍需産業だからといって、もうみんながみんなウハウハでも儲かりまくってますぜみたいなイメージっていうのは、実像からは離れているというところでございます。なのでね、軍需産業って言ってもメーカー同士の経営統合。例えば、ここにあるな。アメリカ国内でミサイルのロケットエンジンを手掛けるメーカーは現在2社にとどまる。1995年は6社あった。アメリカ会計監査院によると企業の下請けサプライヤーの数も約5000社から1000社に大きく減ったというニュースが流れております。これは何かっていうと、ある程度一番最初に採用しますってなった時にものすごく多くの量を納入しました。そこで一旦途切れてしまって訓練の時に使いましたよっていうものを補充するだけになってしまうと、ものすごい大きな儲けが毎年出るわけじゃないんですよね。すると何が起こるかっていうと、メーカー同士もちょっと厳しいなってなったら他のメーカーと統合する。そしてある程度の絞り込みっていうのが起こってきて、下請けの会社もどんどんといなくなってしまうっていう現象が起こるっていうところですよね。だからこの産業に関して言うと、必ずのようにライバル企業があって、そこで淘汰されるっていうのもあるので、もう何でもかんでもバラ色だみたいなことを言ってる人がいたら、それは現実を表しているものではありません。で、プラスアルファで言うと、なんか軍需産業って言ったらものすごく儲かるっていう話をする人たちいるんですけど、日本の自衛隊関連の防衛産業の企業っていうのは基本的には儲かるのかこれっていう話になった時に赤字覚悟でやってますみたいなところ結構あって、必ずしも儲かってないんですよね。全体として黒字だってなった時も、どちらかというと民間向け企業にお仕事をたっぷり作って、そこで利益を出して防衛産業自衛隊に納める方ではもう利益ないんじゃないぐらいな形でトントンみたいな。でも兵器としてはごく少数生産なのでものすごく割高になってしまっているっていう、そんな現実もあるんですよね。だから日本国内では、この戦車、このトラック、この兵器でこんなに値段高いのなんでなのっていう、ツッコミが入るんですけれども、それは自衛隊に納入する数がものすごく少なくって、とてもじゃないけど利益出ないよっていう状態だから、そんな大量生産し安くするなんて無理なんですよ。輸出もほぼほぼできないし、っていうような、そういった話になっちゃうんですよね。結局アメリカが多くの兵器を作ってそして輸出しているっていうのは、その産業自体にある程度の裾野を広げるためなんですよね。利益が出ないと結局のところ新しい兵器を開発するためのお金っていうのも出ないし、自分たちの職員、この人たちに従業員払っているお金っていうのもある程度確保しなければならないとっていうところですよね。結局お金がなければ職員の人に去ってもらうしかない。そしていざ戦争になったらものすごい大量消費が必要だからって言って、じゃあ職員一気に増やせよって言われて、そんな簡単には増やせませんよっていうところですよね。ちょっとお話分かりまして、ウクライナ情勢の話で、ドイツの話することが多いので、こちらの話も紹介しましょう。ドイツは大統領と、首相みたいな形で、様々な政治家がいるわけですけども、その中においても、メルケル政権その前で首相をやっていたシュレーダー元ドイツ首相ですね。この方に対する批判っていうのが今渦巻いております。ドイツのシュレーダー元首相、現在78歳なんですけれども、ロシアのプーチン大統領の長年の友人で、
ロシア軍によるウクライナ侵攻開始後もロシアの複数のエネルギー企業幹部にとどまり、巨額報酬を得ていることが批判されています。所属する政党から離党しろと言われたり、もうシュレーダー氏個人に対して制裁を科すべきなんじゃないかという話なんかも流れております。1998年から2005年に首相を務めたシュレーダー氏はプーチン氏の求めに応じ、天然ガスパイプライン事業ノルドストリームを推進しました。ドイツが天然ガスのロシア依存を強める契機となりました。で、この後、メルケル政権が誕生して、メルケル首相はこのシュレーダー首相の引いた路線というものを継承して、さらに発展させます。天然ガスパイプラインのノルドストリーム1の契約っていうのを、長期間、そして大量に天然ガスをドイツに引き込むことによって、自分たちは天然ガスという少しでも環境に優しい資源を使っているんですよっていうのをアピールしたんですよね。石炭もしくは、原子力、こちらの方原子力については、環境問題ではなく、東日本大震災以後、原子力は脱。もうこれからはなるべく原子力やめましょうという方向からなくなっていったんですけども。何にしてもですね、ノルドストリームっていうのは天然ガスパイプラインなので、非常に直通の形でドイツにどんどんとロシア産のガスが流れてきて、そしてドイツはそのお金っていうのを毎年毎年巨額のお金をロシアに貢ぎ続けるような形になってしまったと。で、他の国々からは、いや、ドイツさん、あなたは天然ガスの依存度がもうロシアに対してものすごいことになってるから、いや、これまずいんじゃないの？安全保障上っていう話をされても、いや、ドイツとしては、シュレーダー首相からその後のメルケル首相へと連続的にプーチン大統領との関係を深めてきたんだから、いや、もっと強めるべきだ。あなたたちは私たちの考え方とは違うんですと。天然ガスパイプライン1本だけど、これ2本に増やしますよっていうところから、ノルドストリーム2の工事を進めてきました。で、実際のところもこれはほぼほぼ完成している状態で、そういった状態で、2本目の天然ガスが開通すれば当然のように輸入量もさらに増えるから、ロシアに対する支払いももっと増えるだろうっていう、この寸前のところで、ロシア軍によるウクライナ侵攻が起こって、これはもう見直すべきだっていう話になったわけです。現在のところ、メルケル首相が政界引退しているので、ようやくここでドイツがロシアに対する見方っていうのを変更するきっかけができたわけです。ノルドストリーム2はほぼほぼ完成した状態なんですけれども、現在のところ使用については凍結されて、運用会社についてもほぼ今休眠状態に陥っていますね。ドイツもようやく、ロシアとの関係を見直すかっていうところに来たのは、私としてはいいことかなと思っておりますが、ただし、ドイツ国内にもこの親ロシア派の議員の人たちっていうのが別にこのシュレーダー元ドイツ首相だけではなくって、ドイツ派の政治家の人たちもたくさんいますし、また国民の中にもドイツではなく、ロシア支持の人たちもいますので、決して侮ってはいけないんですよね。例えば日本国内において親中派の人たちがいるのと同じように、ドイツの中にも親ロシア派の国民も、そして政治家もいて、そしてドイツが例えばウクライナ支援をしようと思った時に、いやいやドイツがこのロシアを刺激しちゃダメだみたいなことを言って、なんとかこの支援を思いとどまらせようとしている、そういった勢力になってるんですよね。だからこそ、今インターネット上でも、そしてニュースなんかでも、ドイツはものすごくウクライナに対して支援が及び腰だし、また本当に支援すると言ってるけど、どこまで本気なのか疑わしいっていう話は、毎回出るんですよね。で、ちょっと面白いニュース一つご紹介しましょう。中国の CCTV っていう、ほぼほぼ国営テレビなんですけれども、こちらの方でですね、このままロシアの戦争っていうのがうまくいかないようなことが進んでいったら何が起こるだろうかっていう話になった時に、いや、こんな風にロシアっていうのはもう解体されちゃうんじゃないのっていうのが、CCTV で流れたっていうニュースが流れてきております。すごいな、これ中国で本当にこれ流れたのフェイクニュースじゃないのって私は思ったんですけれども、
まあ私は放送自体を見ていないので、本当にこれフェイクかもしれないですよ。ただフェイクかもしれないけれども、こんな話がもしも中国で流れていたとしたら、これは面白いなと。で、ロシアをどのように分割するかっていう案として、カザフスタンががっつり取ってます。そしてベラルーシがモスクワ取ってますとかいう。そしてですね、東側の方はもうチャイナががっつり取ってます。そしてアメリカもいつの間にかしれっと取ってますし、ジャパン、カラフトの南半分なんで中国と分け合ってるんだっていうのはちょっと疑問に思うんですけれども、地図にはちょっと出てないんですけど、北方領土に関してもまあジャパンですよね。っていうのが出ていて、中国本当に高みの見物決め込んどるなっていうのをちょっとね思わせる、まあこんなお話でございました。皆さんもこれがフェイクニュースかどうかっていうのは、後で確かめた方がいいですけれども、こんなに面白い話が中国では出てると。で、こんな話がなんで出るかっていうと、中国は結局のところ黙っていれば自分たちにとって都合のいい、世界情勢になるなって考えてるんですよね。まあロシアはこの後戦略的に見れば敗北していることは間違いないので、たとえウクライナにおける戦場で勝ち負けもしくは占領地域を確保しようとしても、結局のところ自分たちの国力が発展する余地はほぼほぼなくなったということなので、ここからはエネルギー資源を細々と売って自分たちの現状維持をするのにせいぜい、なんとか力を注ぐみたいな形で、ここからの発展はほぼないだろうと。そういうことになると、基本的には中国企業にとってはものすごく進出して自分たちのやりやすいような国になるというところですね。特にここ、極東地域において中国がなぜこれほど広がっているかっていうと、現在でも別に、それに近い状態っていうのは起こってるんですよね。これはどういうことかっていうと、ロシアっていうのは基本的に人口は日本と同じぐらいなんですけど、その人口がどこにいるかっていうと、ほぼほぼヨーロッパ側なんですよね。一方で極東の方は極端に人口が少ないんです。そういった状況の中でロシアが中国との協業で、極東地域の開発っていうのを進めたい、中国側の労働者を入れましょうっていう、そういったことも進めていて、人口比で言うと、例えば今で、昔で言う満州地方ですよね。この辺りとの人口比で言うと、10対1ぐらいなんですよね。中国側が10倍の人口を持っていて、しかも労働者を、ロシア政府との取り決めによってどんどんと極東地域に入れることができているという状況なので、人間の数から言うと、この極東地域、中国に乗っ取られるかもしれんぞっていうのは、ロシア側の潜在的な思いでもあります。で、そういうのをなんとか食い止めようとしていて、例えば極東地域でこの地域への移住なんかを進めますよっていうのが出てくるんですよね。だからこそウクライナの占領地域において、あなたたち極東地域に引っ越しませんかっていうのがなされてるんですね。これは北方領土でもそうなんですけれども、北方領土に住んでいる人たちのそのルーツっていうのが、ロシアのモスクワ、その首都周辺の人ではなくって、ウクライナのような自分たちにとってはちょっと外れの人たちっていうのを持ってきてるっていうのは結構あるんですよね。これはスターリン時代からもそうなんですけれども、やっぱり自分たちはヨーロッパ人だっていう考え方があって、そのヨーロッパ人にしてみると極東っていうのははるか彼方っていう意識があるので、なるべくだったら自分たちにとってなんか遠ざけたい、もしくはある程度分離させてしまいたいような人たちっていうのを極東に送り込む傾向があります。で、極東で今ちょっと問題になっているのが、カラフトにおける発電所が燃えてるぞっていうこうした映像が出てきています。ちょっと映像だけにしましょうかね。で、これ一体何が問題かっていうと、今ロシア国内において石油の精製所であったり、石油の貯蓄、そうしたタンクっていうのが爆発しましたよ、炎上しましたよ。そして工場なんかについて言っても、なんか、大火事になってますよとかいうニュースが、結構頻発しているんですよね。で、ウクライナ国境の近くであれば、ウクライナ領内からの弾道ミサイルが到達したんじゃないかっていうのもあるんですけど、カラフター当然のようにウクライナから攻撃できる場所ではないので、
ロシア側の SNS 上においては、あれ、日本がもしかして攻撃したのっていうような、冗談とも冗談でもないような、お話っていうのがちょこちょこ出てますよっていう話ですね。これどういうことかっていうと、いわゆる偽旗作戦の一つで、例えばモルドバ地域において、モルドバに、ロシア軍が駐留していると。そこに、ロケットランチャー撃ち込まれた。これは一体誰の勝ち込みじゃっていう話になった時に、ウクライナ軍がとか、モルドバ軍がみたいな感じで、ロシア側が発表するわけです。でも、調べてみると、それはロシア軍しか使っていない RPG の種類だから、ウクライナ軍がやったんじゃないよっていうのが、後から突っ込みを受けたりするんですよね。それと類似した話として、カラフトで大きな火災が、これは攻撃かテロかみたいな話になった時に、さあこれ一体誰がしたんでしょうっていう話になった時に、ウクライナからは明らかに遠いので、これをやったのはアメリカのスパイが、もしくは日本の何々が、みたいなことを言うきっかけとして使うかもしれないねっていう話が出ております。この話っていうのはすごい口頭向けに感じるでしょうけれども、別に口頭向けで構わないんですよ、ロシア側としては。偽旗作戦というのはそういうものなんです。もう明らかにバレバレのものであっても、そのバレていたとしてもそれを関係なく自分たちの口実として、他の国に対する恐喝、そして、侵略の口実にしますよっていうのが今まさに起こっている事実ですからね。だからこういったカラフトで起きている事件だからといって、私たちに全く関係ないかといえば実はそうじゃない可能性もあるっていう、このあたりを気をつけなければならない話です。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、この話との続きとしては、防衛費増額、GDP 比 2% 以上っていうのは現在のところ賛成 55%、反対 33% というのが、こちら4月の25日なんて、そんなに遠い昔の話ではないんですけれども。よいしょ。で、この防衛費のGDP 比 2% っていうのを聞いて、まず、その枠内を最初に決めるのどうなのよっていう、ツッコミがあります。というのも、だいたい今 GDP 比 1% ぐらいで5兆4000億円ぐらいだったかな。そこから言うと GDP 比 2% 以上にするっていうことは10兆円ぐらいにするんですかと。先に予算額決めるんですか、おかしいでしょっていうツッコミあるんですけれども、おそらくは私の想像ではこの GDP 比 2% でも全く足りないと思います。それは一体何でかっていうと、これまでの兵器っていうのは基本的に新しくなればなるほどどんどんと高額化しているっていう傾向があります。例えばイージス艦を作りましたと。イージス艦を交換しないといけませんね。新しい船を作らないとダメですね。古いものについては退役しないとねっていう話になった時に、じゃあ一隻作ろうと思ってイージス艦が1兆円かかりますよっていう話になった時に、5兆円しかない予算の中で1兆円ひねり出すのみたいな感じになってしまうんですよね。イージス艦何隻あるんだよってなった時にもう日本の5兆円なんてあっという間に吹っ飛んじゃうんですよね。で、こういった高額兵器っていうのは別にイージス艦だけではなくって、戦闘機の更新なんかもそうで、別に F35 に全部揃えろとは言わないですけれども、でも古いやつについてはやっぱり変えていかないとダメですし、また戦車について言っても、10式っていうのが最新の戦車なんですけど、じゃあそこまで全部どんどん切り替えられていってるかっていうとそういったわけでもなくて、むしろ戦車については減らしますっていうのを実行されたりして、おいおいっていうことですよね。兵器の開発っていうのをするときに必ずのように今よりも良いものをしようと思ったらものすごい機能追加っていうのが存在します。例えば他の兵器との連携、情報連携であったり、そして攻撃兵器について言えばどんどんとハイテク化してるんですよね。ただの銃弾じゃなくって、ただの砲弾じゃなくて、GPS 誘導の砲弾の方がいいよねとか、そういう話っていうのが出てくると。で、プラスアルファそうした話っていうのは今のは人間じゃないんですよ。つまり人間以外のものでもものすごいお金かかるっていうのが分かっている上に、自衛隊員の人たちの待遇改善する必要があるでしょっていうのが、またここが外せないとこなんですよね。
まあよく言われるのが、備品が全然ないと。トイレのトイレットペーパーが、年度末になるともう全然足りないんで、みんな自分のお金でトイレットペーパー買って使ってますみたいな、もうそんな涙ぐましい話とかも聞きますし、まあそれ以外でも有名なところでは、銃弾の一発一発について全部記帳して、何発撃ったんだみたいなことを調べないといけないと。もうそんなもん打ちまくって練習しないとダメだろうと私なんか思うわけですけれども、もう一発一発税金なんだから、その一発に魂を込めるんだみたいな話をされているのを見て、ちょっとな、これは、もったいない精神は大事なんだけれども、でも、兵士の訓練上から言うと、その一発に全てを込められてもなっていうね。うん。で、プラスアルファ言うと、武器弾薬っていうのはやっぱり一度に作るのはすごく難しいんですよ。ある程度細々とでも作っていって、まあ古いものについてはどんどん使っていって、自然と更新されていくっていうのがいい状況なんですけれども、日本っていうのは予算の関係があるので、ものすごい演習、練習、そうしたところで砲弾であるとかミサイルであるとかを使い渋るっていうのがどうしても発生しているんですよね。でもやっぱり実際に使わないとそうした訓練っていうのは連度が上がらないと私は思うし、また実際に戦闘が起こるよという前提に立てば、例えば武器弾薬を何ヶ月分持っているのか、この部分について言うと元自衛隊員の人たちが退官後に、まあこういった話をすると、ものすごく少ないですっていう話をされるんですよね。実際に戦闘が起こらない前提で武器弾薬の貯蔵が行われていて、実際に戦闘が始まってしまったらあっという間に武器弾薬がなくなって、しかも生産ラインが一気に拡大することなんて不可能なので、兵器はあるんだけど弾がないっていう状況が起こりかねないっていう話なんかは結構されています。まあそういった意味でも現代っていうのはやっぱり戦争が発生するよという前提でまあ必要な予算を組み上げていくと、もちろんなんていうかな、予算が無限にあるわけではないので、これが必要です、あれが必要です、これも必要ですっていうのを全部積み上げていって、その中で優先度の高いものからやっていくっていう話の中で、なんとか GDP 比 2% で収まるぐらいで精査しましょうっていう考え方ですよね。多分足りないと思います。足りないけれども、でも今よりはいいだろうっていうところで、まあ何しろ今 GDP 比 1% その近辺でうようよしてるところを GDP 比 2% 程度まで持っていけれたら、武器弾薬についてもある程度貯めることができるであったり、もしくは、軍事施設、まあ防衛施設、日本ですと防衛施設ですけど、これらについて、対空爆仕様に切り替えるとかね。まあ、結局のところですね、日本の場合、専守防衛っていう一つ決まりがあるので、もしも戦闘が始まった場合において、どんなことが起きるかっていうと、ミサイルの飽和攻撃っていうのが基本的には一番最初に来るだろうっていうのが、今の定石です。これはどういうことかっていうと、専守防衛だねってなったら、相手が撃ったな、届くな、こっち受けるなっていうのが全部分かった状態っていうところからスタートするわけです。そんな時にですね、ミサイルが一発だけ撃ち込まれるなんていうそんな中途半端なものじゃなくって、施設が全部吹っ飛ぶぐらいの勢いでミサイルが撃ち込まれてくるっていう前提から話がスタートするわけです。まあその中においてもう空爆めちゃくちゃされてますよ。でもそれに耐えた上で、こちら反撃に出ますよっていうのを前提しないといけないんですよね。でも今だったらそこまでのことができていませんと。っていうこともあるのでね。多分ね、お金なんかあっという間に足りないっていう話になると思うんですよね。今までっていうのはどうしてもですね、概念的に言うと日米軍事同盟があるんだから抑止力が効いていて、実際のところ日本に対して侵略もしくは攻撃する国はないだろうっていう前提で話は今まで成り立ってきたんですよ。つまり用意はしてるんだけど、でも本当に戦闘になったら足りないよね。でも足りないんだけど大丈夫だよねっていう、こういった話の中で今の自衛隊っていうのは存在しているので、これは自衛隊員の人たちにとっても恐ろしい状況なんですよね。
自分たちが寝ている兵舎がいきなりミサイル一発でみんな死んでしまうなんてことになったらとてつもない恐ろしい話ですけど、でも今の現状はそうだというところですよね。まあある程度空爆に耐えようと思ったら特殊コンクリートで作るか、もしくは地下施設ばっかりにはなるんですけれども、でも戦闘が起こる前提の施設なのかそうじゃないかっていうのはまあ結構ね違う話ですからね。といったわけで、結構長々と話してしまいまして、22時20分になってしまいました。あと残り40分は皆さんからのコミュニティの話の、対応にしようと思います。まあ少なくともですね、私はなんていうかな、分類的には私はどこに入るかちょっとわかんないんですけども、守らなきゃいけない文化的なものはたくさんあるんですけれども、でも変えなきゃいけないものっていうのはいくらでもあるよっていう考え方を持っています。どうしてもですね、この保守とか保守じゃないとかいう、なんかよくわからんインターネット上では区分っていうのがあるんですけれども、でもね、特にね、例えば憲法改正なんていう話で言ったらもう憲法絶対変えるべきだろうって思ってる方ですからね。特に戦争が起こらない前提でこの憲法9条っていうのは素晴らしいものだって称えている人なんかを見ると、もうなんだろう、現実を見てないんだなって思っちゃいますからね。現実を見たら結局のところ必要な備えっていうのは存在しますよっていう、ものすごくごくごくつまらない回答になりますからね。仙国さん、ミサイルから隠れるところあるのかな近所にっていうことですけれども、地下鉄のあるところであれば地下街に入りましょうっていうのが基本的な、避難先にはなるんですけれども、ほぼほぼ日本全国で言ったら地下施設ないところの方が多いですよね。新藤真希さん、広角、スパチャ来てますよ。ちょっと待ってくださいね。入ってますね。テイジーさん、スーパーチャットありがとうございます。桁違いのスーパーチャット入ってますね。ありがとうございます。いや、ほんとね、テイジンさんのスーパーチャット毎回一人だけもう桁が違うんで、それだけで名前を覚えてしまいます。うん。うん。だから、都市計画そのものについて言えも、戦争が起こる前提で用意するのか、それともしないのかっていうのはあるんですよね。例えば、ウクライナの首都キーウで、地下鉄が地下100メートルぐらいのところに駅のホームがありますよっていう紹介がされて、それは一体なぜなんですかってなったら、それはソ連時代において、ある程度核戦争を前提にして、ものすごい攻撃を受けた時においても、いや、私たちはここに来て生き残るためですよっていう、そういう話をされると。確かに地下100メートルだったら、地下を掘り進めていって爆発するようなバンカーバスターと呼ばれるようなものもあるんですけれども、そういったものを使ったとしても地下100メートルまでは到達しないだろうと言われていますからね。そういった意味では何を前提として施設を作るかっていうのも結構大事で、例えば日本も空爆を受けた時は地下鉄に、隠れましょう。でもそれ田舎ないよねってなった瞬間、地下施設ないからみんなもう、野ざらしじゃんかっていう話になってしまうわけですね。それで言ったら都市計画の段階である程度街の中心部においては駅もしくはその辺りにおいては地下施設を作っておいて、ある程度の人数が隠れるようなものを考えないといけないと。もしくは永世中立国スイスにおいては今では義務化はされてはないそうなんですけれども、昔であれば、ずっと長い間各家庭において地下シェルターを、もしくは、地下シェルター核兵器攻撃に対して言うことは言えないんですけれども、空爆に耐える程度の、地下室は作っておきましょうねっていうのが義務付けられていたそうです。イスラエルであれば現在でもずっと他の国からミサイルロケット攻撃なんかも受けたりする関係で、ちゃんと自分たちの家っていうのも、攻撃された時を前提にして寝室は、
特殊コンクリートの壁で覆って、直撃を受けてもなんとか生き延びるようにしなきゃねっていう、そんな規制なんかも作られているそうです。M マットさん、スーパーチャットありがとうございます。魅力とはこのぐらいの額だよね。ありがとうございます。大丈夫です。私のチャンネルのスーパーチャットであればもう数千円なんていうのは、上位ですよ。他のチャンネルだとちょっと違うかもしれないですけど、少なくとも、あんまり気にしないで大丈夫です。早川さん、田舎は攻撃に目標にならない前提。そうなんですよね。これがまた残念ながら現実はそうじゃないよっていうのを、ウクライナは見せてくれているわけです。例えば、ブチャの虐殺と呼ばれるようなニュースが報じられているわけですけれども、首都キーウから比べたら郊外の街ですね。この街には特に何もないのになんでこんなことが起こったんだっていうのがやっぱり現地住民の人たちの考え方で、あそこっていうのは別に、なんていうかな、首都から考えたら、そうだな、お隣の埼玉とか千葉県とか神奈川県ぐらいなイメージで、なんでここでこんなことが起こってしまうんだっていうね。田舎ではないけれども、少なくともなんかものすごい重要地域じゃないところも普通に攻撃されて、ものすごい惨劇が発生しているっていうところですよね。だから現地の人たちも私たちの住んでいる町には、軍事基地はありませんよ。何かの工場もありませんよ。なんか軍事品も作ってるわけじゃないし、なんでこんなところでロシア軍はものすごい暴れ回っているのか全然意味がわかりませんでしたっていう、そういった風なことを言われる住民の方はおられましたね。で、これは何を意味しているかっていうと、兵士もしくは軍隊っていうのは軍隊同士で戦うものだっていう考え方がなんていうかなんとなくみんなそう思い込んでませんか？でも現実はそうじゃないんですよ。一般市民の人たちもみんながみんな攻撃対象にされてしまうんですよ、戦争は。っていうことを私たちに教えてくれているんだと思いますね。どうしてもね、このものすごくゲーム感覚的に言うと、兵器と兵器が戦って、それによってどっちかの勝敗が決まってっていう、そうした考え方っていうのがどうしても浸透してしまっているんですけど、現実には別に何の軍事施設もないし、何の兵器工場もなくても、そこに町があって、そこが戦場になれば一般市民の人たちもたくさん被害に遭うし、亡くなりますし、領辱もされますよっていうのが、戦場の現実だっていうところですよね。これがロシア軍だからっていう人たちもいるわけですけれども、別にロシア軍じゃなかったとしても、例えば私たちが想定している人民解放軍がものすごくお行儀のいい、兵士たちだって考える人はちょっとそれはお花畑すぎるだろうと私は思いますからね。例えば第二次世界大戦の時であればアメリカ軍による占領を受けたわけですけど、アメリカ軍の占領下においても日本人の女性がものすごい数強姦されたっていう事件はあって、でその件に関しては結局のところ日本政府側から、女性たちと、ある程度慰安所を作ってアメリカ兵をそうした強姦事件を起こさないようにある程度抑え込むなんていうこともやってましたからね。だからね、どこの国がやってきたとしても戦場になってしまった、そして占領されてしまった後っていうのは、やっぱり占領された側は常に被害者の、どんどん増えてくる状態になってしまうんですよね。だから日本のテレビだと、どうしても、被害が拡大するからさっさと降伏しろっていう橋本さんが言ってたことなんかは、そうしたものすごくゲーム脳的な考え方なんですよね。降伏さえしてしまえばその瞬間において一切の被害を免れることができるっていう前提であれば、確かにその地域の住民の人たちは、もうどうぞどうぞみたいな感じで、もう戦争は軍隊同士でやってくださいって投げ出すのも一つの理論として成り立つんですけれども、そんな甘いもんじゃないよ現実は、そんなゲームみたいなことじゃないよっていうのをやっぱり、現実の惨劇は教えてくれてるんですよね。これは一体誰の書き込みに対する返答だったかちょっとわからないですが。そうそう。ちょっとこれに関連していきましょうかね。セブンさんの書き込み。上川さんこんばんは。こんばんは。ロシア・ウクライナ戦争について質問です。
ロシアがウクライナに対して戦術核を使用した場合、NATO はどのような措置を取るとお考えでしょうか。よろしくお願いします。ということですね。まず第一に、プーチン大統領が、核兵器を使うかどうかっていうと、使う可能性はあるという前提に立った方がいいというのが私の考え方です。というのも、そもそも論で言うと、ウクライナに本格的な侵攻をするっていうことに関して、全く得する面はないにもかかわらず、これを実行したということは、プーチン大統領は損得感情では別に判断していないんだなっていうのがまず第一に示されたわけです。ここから導き出される回答というのは、戦術核を使うことによるマイナスっていうものを別にプーチン大統領は考えないよっていうことを私たちに教えてくれているわけです。で、戦術核、こちらの方はですね、まあちょっと用語の解説からすると、核兵器についてその破壊力を示す、時に低出力、高出力っていう言い方をちょっとします。で、低出力の方が基本的には破壊力は小さくって、これをまあ戦術核と呼ぶことがあると。なんで戦術核って呼ぶかっていうと、どこかの戦場、一局面をある程度自分たちで、コントロールしようと思って核兵器を使うと。そのために兵器の威力っていうのはある程度抑えてますよっていうところから、低出力の核のことを戦術核と呼びます。一方で戦略核っていうのは都市丸ごと吹っ飛ばそうみたいな形で、破壊力が高いものです。だから高出力核兵器っていうのがまあ主には戦略核と呼ばれていて、まあ威力の高い核兵器、まあものすごい数の多弾頭ミサイルなんかを相手国に撃ち込むと都市丸ごと吹っ飛んでしまうというのがまあ戦略核なわけです。で、プーチン大統領が今回のウクライナにおける戦争で使おうとしていると呼ばれているのが、低出力核兵器戦術核です。で、戦術核っていうのはそうした意味においては基本的には戦場なので、ある程度使うことを前提とした兵器だと思ってください。戦略核の方はどちらかというと、国家そのものに対する全面攻撃なので、こちらの方は抑止力としての面が大きいです。実際に使うとなれば、まあ1億人ぐらいの人が瞬時に、それこそたった1日の間に亡くなると言われています。まあそのぐらいの勢いで、戦略核っていうのは使うものだと。一発撃った瞬間に相手国からも反撃来るよっていうものですね。まあだからこそ、第三次世界大戦核兵器大戦になってしまうよって呼ばれているのが、戦略核の使用です。一方において戦術核っていうのはある程度威力を絞り込んでいる関係で、そうした世界大戦の引き金とはならないだろうという見方がされています。さてここで問題なのが、じゃあプーチン大統領がウクライナで戦術核を使った場合において NATO がどのような措置を取るか、私はものすごい冷酷なことを言いますが NATO は何もしないと思っています。例えばですね、セブンさんの期待している答えっていうのはちょっと違うかもしれませんが、戦術核をプーチン大統領がウクライナで使ったら NATO がロシアに対して宣戦布告してこの戦争に介入するっていうのを期待しているかもしれませんが、私はそうはならないと考えています。なぜかといえば、ウクライナっていうのはあくまでも支援先であって NATO 加盟国ではないからです。まあこれはものすごいなんていうかな、ウクライナの人たちにとっては残酷な話かもしれませんが、でも現状はそうなっています。だからこそ NATO 加盟国っていうのは自分たちで兵士を送ってウクライナで戦うのではなくって、ウクライナに対して兵器を送るからなんとかロシアの兵力をそぎ取って、そして私たちは外から攻めるよ、経済制裁であったり金融制裁といったものでロシアの根本の部分に打撃を与えるっていう形をとってるわけですよね。まあそういったわけなので、プーチン大統領がさあ実際使うかどうかっていうのは結局のところですね、プーチン大統領しかわからないと思います。どんなに外部から使うか使わないかっていう議論をしても、結局のところプーチン大統領が使うって言った瞬間にロシアはそれで進む国です。
例えばアメリカで戦略核兵器もしくは戦術核兵器を使うってなったら、必ずのように大統領とそして軍のトップの両方が OK した状態で、使うって話になると思いますけれども、ロシアの場合だと、たとえ軍のトップが、いや、これやめときましょうって言った瞬間に、じゃあお前クビねってなって、イエスという人間に軍のトップがすげ替えられるだけで話は進むと思いますからね。そのあたりがやっぱりロシアと他の国との違いですよね。そして先ほども述べたように別に損得感情でプーチン大統領は決断しないと思います。今戦術核使ったらもっと世界各国からの批判があって、これめんどくさいことになるな、みたいなことは考えないと思いますね。自分にとっての目的を達成するのに役に立つか立たないか、そこだけが多分プーチン大統領の判断基準になると思います。例えばウクライナに対するこれの後ものすごい軍事兵器の支援っていうのが始まりますよっていうのは、この生放送の最初の方でも言いました。アメリカのレンドリース法っていうのがこの後大統領の署名によって発行します。そして今は世界各国からの回ってきている兵器の訓練のためにウクライナ兵は国外に出て訓練を行っています。それらについてみんな訓練が終わってウクライナの戦場に入ってくると、弾切れの心配することなくありとあらゆる兵器をガンガンに使いますよっていうウクライナ軍の姿になるので、もしかしたらロシア軍がどんどんと占領地域を奪われるっていう状況になってきたら、さあこの時がプーチン大統領がもう戦術核使ったのかなって思う危険性が高まる時ですよね。今ではないと思います。ロシア軍がどんどんと負けが込んできた時にその腹いせ的な使い方をするんじゃないかなっていうところですよね。ウクライナ軍の主力がどんどんと迫ってきてますってなった時に戦術核をガンガン使ったら逆転できるぞみたいな考え方を持った時が一番危険だっていうのが私の見方ですね。というわけで A7 さんの戦術核使用についての私の見方でございました。何にしても戦術核を使わないぞ絶対みたいな考え方をするのではなく、使うかもなっていう考え方である程度予想しておいた方がいいんじゃないかなっていうのが私の考え方ですね。で、この件に関しては、ミハイル・シューマッハさん、プーチン大統領は戦勝記念パレードを中止しました。最後まで戦う意思を明確にしたように見えます。追い詰められた先には戦術核の使用あると思いますが、上川さんの見解をお願いしますということで、こちらはセブンさんとの回答とのも被りますけれども、基本的には劣勢に立った時にプーチン大統領は戦術核を使う決断をするんじゃないかなっていうのが私の考え方です。戦いを優先に進めている間は別に、戦術核を使う理由がないと思いますからね。だからこそ本番もっと危険性が高まるのはこの後支援が本格化してウクライナ軍による反転攻勢がさらに強烈にロシア軍をダメージを与えて、ロシア軍が撤退劣勢に立って徐々に占領地を奪われるような状況になった時だというのが私の見方ですね。よいしょよいしょよいしょ。ちょっとビット太郎さんの書き込みご紹介しましょうか。こんにちは。最近視聴を始めたものです。本当はありがとうございます。最近視聴を始められた方っていうのはちょっと少ないなとは思いますので、よろしくお願いします。ウクライナ危機で日本はロシアに経済的な制裁をしていますが、私たち個人でできると効果があることはどのようなことでしょうか。やはりデモなのでしょうか。ロシア大使館で連日デモが行われていますなどのニュースは全然聞かれないのですが、それともロシア製の製品を買わないことでしょうか。ロシア製の製品が身の回りにある記憶があまりありません。とりあえず鈴木宗男さんみたいな方には投票しないようにしようと思っています。よろしければご意見を聞かせくださいということですね。書き込みありがとうございました。で、この件に関して言うと、まず第一にすべきなのは、例えば政治家の人が何を言っているだろうっていうのはやっぱり一つ注目すべきポイントで、自分の住んでいる選挙区の政治家の人が、もう例えば、公式サイトを持っていて、日々何か政治的な情報を発信していますよ、考え方を発信していますよっていう方であれば、
この議員の人何を言ってるんだろうっていうのをチェックして、例えば今国際情勢としてものすごくウクライナ情勢というのがあるわけじゃないですか。でもその政治家が例えば、我が県ではこんな特産品ができました。皆さんぜひとも買ってねみたいな感じで国際情勢について一切触れないような話ばっかりしていたら、あれこの人そういうことなの？これ国会議員じゃなくて県議会議員であるとか市町村議員でいいんじゃないみたいな、そういった判断できますよね。あとは鈴木宗男さんみたいにこの人なんかロシアの代弁者かなみたいな話をしていたら、やっぱりこれも投票するのをやめようっていうのはやっぱこれは一つの判断材料になると思います。で、それは結局選挙の時にしかちょっと自分としてはできない話になっちゃうんですけれども、じゃあ普段の話からして、例えばビット太郎さんが SNS を何かやっていたとしたら、やっぱり鈴木宗男さんに代表されるような、ロシア側の立場に立った意見をガンガンと発信している人に対して、いやその意見はおかしいんじゃないですかっていう、いわゆる批判というかちょっと指摘するような活動をするっていうのも、これもまた一人一人のできる話だと思いますね。で、普段の行動から言って一番何が効くかっていうところはそこまで考える必要はないと思います。個人でできること。例えばこの中ではビット太郎さんとしてはデモが一つ効くんじゃないかって考えているんですけれども、これも一つの選択肢なんですけれども、何が最高かっていう考え方は一旦捨てた方がいいと思います。というのも、例えば個人でできることで最高にロシアにとって不愉快になっているのは、アメリカの、事業家であるイーロン・マスク氏のやっていることっていうのが、個人でやっていることとしては最もロシアを不愉快にさせることを行っています。イーロン・マスク氏っていうのは基本的に会社経営をいろんなところでやっていて、電気自動車のテスラであったり、もしくは、スペース X っていう宇宙開発事業なんかも行っています。最近だとツイッターの、買収にも関わってきた人なんで、ニュースになること多いんですけれども、この人はウクライナ情勢に関して言うと個人でできる、おそらく最大レベルのことをやっていて、衛星通信ネットワークっていうのを、このサービスをウクライナ側に提供している人で、ロシア軍としてはもう自分たちの情報工作、プロパガンダをガンガン仕掛けようと思っていて、ウクライナ国内のインフラをガンガン潰すと。その中において、インターネット関係も全部潰してやろうと思っていたら、イーロン・マスク氏が衛星インターネットサービスっていうのを提供したことによって、ウクライナは戦場なんだけれども、インターネット回線っていうのが現在でもかなり保たれているんですよね。だから個人でできることっていうのを目指していったら、あんなのできないよっていうのが基本的にみんなの考え方になっちゃうわけです。だから大事なのは何が最高かではなくて、自分だったらできることは何だろう、自分の無理のない範囲でできることをやろうっていうのがやっぱり大事なんじゃないかなと思いますね。なのでロシア大使館が近くにある人であればデモを行うっていうのもありだと思うんですけれども、遠いよっていう人に関して言えば別にデモじゃなくても全然いいと思いますよ。例えば先ほども述べたように SNS でなんかおかしなこと言ってるぞっていう人が見かけたら、いやこれはそうじゃないんじゃないですかって言ったり、もしくは自分が応援したいニュースとか応援したい政治家の人の意見っていうのを拡散してあげようって動いたりであるとか、もしくは日本政府の様々な公的機関が窓口を設けていてメールフォームを作っているので、その中において、こういった政策はしたらいいんじゃないですかっていうのを書き込みして、例えば、日本政府宛てにして、そういうのを提言したりとか、そういった一つ一つ地味なものでもいいので、やっていくのがいいんじゃないかなと思いますね。とにかく無理をしないっていうのが大事だと思います。自分の生活の中でできる範囲のことをやろうっていう、それだけで全然私は問題ないと思いますからね。よいしょ。海産物、ロシアから入ってきているものは多いので、そういったものを食べないようにするっていうのも一つの手ではあるでしょう。寄付するというのもありですね。シンボリさんですね。はい。
だからそれぞれの方が自分のできる範囲でやるっていう。この考え方をしていれば、それはね、これでいいんじゃないかなと。で、自分のできる範囲なので、やっぱり人との比較はあんまりしないでいいんじゃないかなと思いますね。例えば私は100億円寄付しましたよっていう人が現れた時に、私1万円しかできてないから、あの人のものすごく比べたらとんでもなくやってること小さいんだな、みたいな卑屈になる必要はないんですよ。その人、やっぱりできることそれぞれ違いますからね。その上で、誰かと比較するんではなくて自分のできる範囲でこれをやりましょうっていうところで実践するだけ。それだけでも全然私はいいと思います。例えば皆さんの住んでいる地域にウクライナからの避難された方を受け入れますっていうことが、例えば地元のニュースで流れたということがあったとしたら、私でも何か手伝いできることないかなっていう、そういったことで何か、働きかけをするだけでもいいと思います。例えば日本語教育でとても困ってるぞってなって、なんか自分でもできることないかなっていうふうにして考えたときに、なんかインターネットで検索したら、この人、ウクライナから逃れてきた人の、なんか話し相手になれる人、ウクライナ語が喋れる、どこどこかの国の海外からの留学生がいるから、この人をなんとか市役所に連絡して都合をつけてもらったら話し相手になるかもみたいな、そんなことでも別にいいと思うんですよ。本当にね、その人のできる範囲でいいと思うんですよ。何々をしなくちゃいけないみたいな義務は存在しませんからね。そして、私の方がうまくやってるから、あの人の、なんか応援する気持ちはダメだみたいな、そういう誰かを、なんていうかな、腐すようなことも、これもまた違うと思うんですよ。このあたり本当気をつけないと、なぜかマウンティングを取る。あの人よりも私の方がいいみたいな話をし始める人が出てくるので、そういったところ、本当気をつけないとダメですね。よいしょ。よいしょ。ちょっとね、高橋さんの話いかないと時間なくなっちゃうな、というところで。高橋さんの話ということで、ちょっと日韓関係の話も最後にしておきましょう。残り13分なので、っていうところで。本当は別に、この13分っていうのを特に縛るものは何もないんですけれども、これは結局のところ、私の喉の問題ですね。私が、さっさと人間を辞めて、Android にもなれば別に何時間でも喋れるんですけれども、なかなかそうもいかないのでね。あまり喋りすぎると喉に、弱っちゃうのでね。で、ここ最近の話として今日韓関係が動こうとしております。この原因として言えるのが、やっぱり大統領の交代が迫っているので、ムン・ジェイン大統領はどちらかというと、今必死になっているのは、自分が大統領を辞めた後に自分が逮捕されるっていうのをなんとか防ごうとしている。もうそこに今政治生命をもう全力投球しているところなんですけれども、私のチャンネルでは動画には全くしていないので、他のチャンネルで韓国関係の動画を見ている方の方がよっぽど詳しいと思います。そのあたりのことは。で、新しいユン大統領になろうとしている人は今日韓関係を改善しようという話を一応選挙中も言っていたので、有言実行というわけで岸田政権との接近を図っているところでございます。ただしですね、その接近してくる韓国側に対してものすごくハードルを低くしてるんじゃないのっていうのが今日本国内で湧き上がっている批判ですよね。で、そのことを声高に言っているのが高市政調会長で、岸田政権に釘。韓国大統領就任式への出席判断、新政権の態度見極めよ。誤った妥協のシグナル出すな。ということで、タイトルついてるんですけど、ほぼほぼこのタイトルで全部言ってるかなと思うんですけれども、新大統領に変わるぞってなった瞬間に岸田政権としては、それだったら今のうちになんとかなるかもみたいな感じで、ものすごく自分たちの敷居を勝手に下げてしまって、もう接触を始めてしまったと。いやいや待て待てと。韓国側が言ってる話っていうのは、結局のところ、ムン・ジェイン大統領はそれ以前の政権からやってきたこと全部なんかあたかも何もなかったかのように、いきなり対等の立場に立ってじゃあ仲良くしましょうねみたいな感じで近寄ってきてるけど、ちょっと待てよと。
高橋さんが言うように、いや、過去のことあったでしょ、あれこれ。レーダー照射事件であったりとか、竹島問題であるとか、反日教育ずっとやってるねとか、そして、半導体関連の話で言っても全てが日本が悪いみたいな話をやってたの全部韓国ですよねと。慰安婦合意について保護にして勝手になんかこんなもんはおいしら知らねえわって言って政権変わったからって投げ出したの韓国ですよねとか。もう全部が全部韓国側がいろんなことをやってきたのにもかかわらず、何しれーっと何事もなかったかのように近寄ってきてんだよっていうところを高橋さんは言ってると。もうそういったことについて過去の部分について新しい政権になったらなったで、じゃあこれまでの政権の問題点っていうのを韓国側でどう是正しているかって話を持ってきなさいよっていうのが、話し合いの前提になるべきだっていうところですよね。何にもそういった話についてしないのに、じゃあいきなりここから仲良くなりましょうねって韓国側が言ってるのは、それ都合が良すぎるでしょうっていう。このあたりのところ岸田政権に釘を刺そうとしているわけです。ただ問題はですね、高市さんのこの話っていうのは、高市さんが総理大臣ではないっていうのが一番大きな問題なんですよね。ものすごく整然としているし、私もものすごく支持するんですけれども、でも高市さんは政調会長であって総理大臣ではないっていう。ここがやっぱり辛いところで、政権側の方がこの意見っていうのを無視してしまったら、岸田総理はやっぱり韓国側とものすごく急接近する危険性があると私は思います。テイジンさん、スーパーチャットありがとうございます。もうそのものすごい額で、ありがとうございます。だから、会うにしても、首脳同士の会談をしましょうっていうので話をするのはともかく、その下ごしらえでやってきましたよみたいな、いわゆる下っ端の人がやってきて、なんで下っ端の人が出てきたのに日本側は一番トップ側の方が出てきてるんだよ。この格の違いっていうのをなんで合わせないんだよっていうね。このあたりもおかしいんですよね。だからもうすでに韓国との外交に岸田政権赤信号を灯ってますよっていう状態なんですよ。何にも話し合ってないんですよ。何にも決めてもないんですけど、もうすでにこの対話の姿勢そのものがもうこの後やばいことが起こるっていうのをなんか予感させるような対応なんですよね。なんとか私は高市さんにね、高市政権をなってもらわんとみたいな感じで。というのも、結局のところ今の自民党で誰が期待できるのって話になった時に、私は正直高市さん以外にちょっと今期待できる人いないんじゃないかなと思ってます。人によっては安倍政権がもう一回って言われる方もおられるんですけれども、安倍さんは結局のところ安定政権ではあったものの、安倍さん自身が言っていたやりたいことを結局安倍さん自身がやらなかった、できなかったっていうのがちょっと結果として残ってしまっているのでね、もう安倍さんの続投と再登板ないだろうと。で、それで言うとここ最近だと菅さんも政権を取ってるんですけど、確かに菅さんっていうのはものすごく仕事をした人で、短い期間の間にこんなにいろんなことをやったのかって呼ばれるような形で、結局のところ岸田政権に変わってから、これはあくまでも、菅さんが決めたんだけれども、その実施が、時期がずれ込んで岸田さんがなんかやったことになってるけど、そうじゃないよねみたいな話が結構いっぱいあるんですよね。ただここ最近のですね、菅さんの動向を見ていると、正直、なんか年齢をちょっと感じさせる話し方になってるのを感じていて、やっぱり覇気がないなーっていうのはちょっと感じるんですよね。誰かの下で仕事を淡々とする分にはやっぱりいいんだけれども、ちょっと、なんていうかな、国民受けはしないのかなっていう問題を抱えてるんですよね、菅さんは。ちょっと難しいですけれど、高市総理が、誕生したら菅さんをなんとか実務的なところで、登用してほしいなとか思うんですけどね。ただしね、本当高市政権が誕生するためには、高市さんが自民党派閥の領袖ではないっていうところから誰かに押してもらう必要があって、その誰かっていうのが、結局足りないってなってしまうと取れないんですよね、首相の座が。このあたりは本当難しいところですよね。よいしょ。さて、用意したニュースについては、あらかた話をしたかな。
よいしょよいしょ。結構駆け足で2時間バーっと話をしましたが、基本的にいつも動画を見ている方にしてみればものすごく違和感のある生放送だったかとは思います。やっぱりね、動画だとある程度一つのテーマに絞り込んで話をしている分だけ、脇道にそれることは全然ないんですけれども、生放送だと逆に言うと、本筋の話から外れたもう脇の話ばっかりみたいな感じにはちょっとなるのでね。それにプラスアルファとして言うと、動画の中ではこの話題はこの話からこういう風にっていうある程度論理立てているんですけれども、生放送の場合だとそうした論理立てがなくて、私が思っている以前からこう思っていますよっていう話を結構してるんですよね。だから今日の最初の30分間ぐらいは本当そういったもともとニュースでしてこんなものが流れています。だからこう思ってます。こういう風なことになってますっていうところとはちょっと違う話をしました。でもね、これはこれで楽しんでいただければなと思っております。結局動画にするにするとちょっとあまりみんなが見てくれないよっていうものもありますからね。こういう風にして生放送の時はちょっと違う切り込み方をして、皆さんにお話をするというところですね。よいしょ。雨の中の熊さん、久しぶりに2時間丸々聞きました。ありがとうございます。おもちパンダさん、上川さんメインでいいんです。ありがとうございます。本当ね、そうした意味では、このチャンネルっていうのは、私の考え方全開ですからね。結局のところ、誰かと似ている部分は当然あるかとは思うんですけれども、私は私なのでね、結局のところ。最終的に言えば、私が誰かに媚びを売って意見を言うんじゃなくって、私の意見はこうですよって言った上で、それを支持してくれる人たちが残っているっていう形になると思いますね。で、それで全然いいと思っています。やっぱりね、どうしても意見の違う人たちっていうのはたくさんいるので、そうした人たちの意見を私が無理やりこじ開けて変えさせようっていう気はないんですよ。人間というのはやっぱり自分自身の考え方っていうのがそれぞれの方があって、その中においてある程度共感したり、もしくは参考にしたりするっていう形で少しずつ話を聞くもんだと思っています。全く意見が違っていたら単純に反発するだけだし、いや、それ違うんじゃないのってなったら、やっぱりこれ以上は聞く価値ないなって思ったりもしますからね。人によっては、私の方がものすごい考え方、いいものを持ってるんだからこいつの意見聞く必要ねえなって思われる方も当然いて、そうした人たちは別にその人たちで、もうどうぞどうぞ。私の話を聞く必要ないですよっていうこともありますからね。よいしょ。といったわけで、つれづれお話をいたしましたが、4月30日、もう4月終わるんですよね。早いな、今年も。動画とか、多分去年の今頃も同じこと言ってたと思うんですよ。もう4月終わっちゃうのか。もうこの後夏ですね。夏が終わった。もう秋ですね。もう年末だっていうようなことを多分言ってるんじゃないかなと思いますけれども、今年は参議院選挙もありますね。参議院選挙はね、その近づいてからいろいろ話をするとは思うんですけれども、とにかく選挙が近づいたからといって私の中では結構ね、間に合わなかったかなっていうのがちょっとあるんですよね。以前からお話をしていますけれども、私は基本的に衆議院の方ではなくて参議院の全国比例の方を目指してますよっていうのを以前から言ってるんですけれども、当選するためには最低でも100万票いると。でもチャンネル登録者数100万っていうのはちょっと現実的には難しいので、チャンネル登録者数50万っていうのを目指した上で、チャンネル登録者の人にぜひとも誰か家族でも友達にでも呼びかけてっていうようなことを言って、100万票を目指すみたいなのが考えていますけれども、残念ながら今のところチャンネル登録者数は14万人ということで、今年の参議院選挙に出るっていうラインはなかったなっていうところですね。力を及ばずなんです。残念です。ただしですね、まだ私が話をすることによって少しでもより多くの自分の考え方を整理できる、そうしたことができた人たちっていうのが増えれば増えるほど、私にとっては種をまくことができているのかなっていうのは思ってるんですよね。ここ最近だとバタフライエフェクト効果っていうのが言われていて、ある人の行った行動のその行動の結果として
全く別の人が影響を受けて活動する。その結果としてさらに別の人に影響を与えていくっていう形で、湖の湖面に石を投げた時にその波紋が広がるようにして影響はさらに他へと広がっていくよっていうのがあるんですよね。それと同じようにして私がこうやって YouTube のチャンネルでいろんなニュースを取り上げてこんなことがありますよ、こういったことを考えられますよっていうのを提示することによって誰かにとってその考え方をまとめることができたら、もしかしたらその人がある日よし、私も政治家になろうと思って、私より先に政治家になる可能性とかもあるわけですからね。で、私にしてみれば別に私自身が政治家になる必要があるかっていうと、私以上に、例えば日本を良くする政治家が私の話を聞く中において、何かきっかけになってくれたら、別にそれはそれで、結局のところ私個人じゃなくて日本のためにはなるのでね。少なくとも私がやっているこうした YouTube を通したことによって、一市民でもより多くの人たちにいろんな意見を提供できて、それに伴ってまた別の人へとさらに拡散させることができるんですよっていう、この形そのものが一つ提示できれば、結局その種はいつか芽吹くと私は思っています。たとえ私がその結果として政治家になるかならないかではなくて、その影響を受けた誰かが最終的には日本を良くしてくれたら、私の目標っていうのはある程度達成できるんじゃないかなっていうのは思いますね。だから最終的にその時に私が生きているかどうかはわからないんですけど、なんとか私が生きているうちにこの日本少しでも良くなってくれたらなと思いますね。はい。というわけで、本日の放送はここまでといたしましょう。2022年4月30日、わかるニュース解説。本日はここまでといたします。次回は動画で皆さんとお目にかかりましょう。というわけで、ゴールデンウィーク皆さんもぜひとも体を休めるなり、もう逆に言うと、ものすごい遊び回ってストレス大発散してもらってっていう形でなんとか休みの方は楽しんでください。というわけで本日はここまでといたします。皆さんおやすみなさい。またね。